皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治、高市政権についての私の最近の思いとともに、後半では安全保障問題についての話をしましょう。まず前半部分でする話なのですが、日本国内における偽物の人権政治家たちやジャーナリストといったものがあぶり出される事態に発展しています。もう一つは高市政権の減税政策がようやく実施されそうだという話。後半部分における安全保障の話は、韓国における原子力潜水艦の建造ニュース。これが日本に与える影響と考察についての話をしようと思います。まず第一に、偽物の人権主義者たちという話。日本国内においては、女性を差別するな、女性の権利を守れというような人たちがいます。人権活動家と呼ばれるような人たちや、左派と呼ばれるような人たちは主にこうした個人の権利主張について非常に力を入れているとされています。ただし、今回高市総理が就任することによって、これらの人たちに非常に偽物が大量にいるといったことが発覚しました。これは本来政権やもしくは高市総理に対する批判を行うのであれば、政策について論じるのが最も正しい手段です。ところが今回、左派と呼ばれるような人たち、調べ物もほとんどしないような自称ジャーナリストや芸能人、そういった人たちの中から政策とは全くかけ離れたところで人権侵害や差別主義に基づく発言といったものも非常に多く出て、これを私は非常に問題視しています。X においてはその話題について取り上げて、私自身もちょっと怒り気味にコメントを何件か行いました。例えば、高市氏の政治家としての評価の一つに、飲みの会になかなか顔を出さないっていったことがあります。これまで高市氏は何度となく総裁選に出てきましたが、その時の敗因として政治評論家が言う言葉には、彼女は飲みの席になかなか顔を出さず、それによって政治家の仲間ができづらい、派閥の領袖になっていないことが大きな問題だといったような話をしていたこともあります。実際、高市氏自身も飲みの会に出てお酌をさせられるといったことをちょっと馬鹿らしく思い、勉強に精を出すといった日々も多かったことを述べていました。こういった姿勢から、女性の側から彼女は男性的な女性で、女性的な女性ではないといったようなレッテル貼りなども行われていました。そしていざ総理大臣に就任した後、高市氏に浴びせられた批判の一つとしては、彼女は男性に媚びを売って過度に社会適応した非常に汚らわしい存在だみたいなような話をする政治家やジャーナリストが続出する事態になりました。これなどはまさに女性に対する蔑視、差別発言の典型的なような話であり、左派の人たちが言っている人権主義というのがいかに自分の好き嫌いだけで物事を言っているかという、かなり未成熟な、そして愚劣な人たちであるかといったのを見せつけるような事態だと私は思います。まず大事なのは個人の人権を守りましょうという話は、これ自体は非常に崇高な考え方であり、決してないがしろにしてはいけません。しかしそれを自分の好みだけで判断して嫌いな人間に対しては差別をしても良いと考えるのであれば、それは全くの間違った考え方です。政策について批判的な思いがあるというのであれば、まずその政策について語るべきであり、差別主義に基づく人権侵害の言動といったものは全くの論外です。さてその次の話。石破政権時においては減税政策の話し合いといったものが行われ、しかし実施されてこなかったものがあります。それがガソリンの暫定税率の廃止です。自民党、公明党、国民民主党、この3党の幹事長で合意がなされたガソリン暫定税率の廃止は結局石破政権下においては成立しませんでした。自民党が合意したにもかかわらず結局国民民主党を騙す形に終わったわけです。しかしその石破政権は参議院選挙で敗れて現在の高市政権が発足しました。総裁選当時の段階において物価高対策は必要であるとしてこのガソリン暫定税率の廃止に関して高市氏は支持していました。そして現在は年内の廃止についてはちょっと難しいなといった話があったのですが、昨日今日と立て続けに話は前進し、自民党が年内廃止に合意、与野党合わせて6党の合意が得られる形となり、年内廃止が決定しました。自民党、公明党、国民民主、日本維新の会、立憲民主党、共産党、この6党による合意に基づき、ガソリンの暫定税率廃止が決定したわけです。この減税の効果について言えば、まず第一に、暫定税率そのものに関しては 25.1 円といった金額が出てくるのですが、もともとガソリンの補助代も入っていたことから実質的にこの値段そのものが一気に25円ババッと減るわけではありません。また、年内における廃止といったものも
急激にある日ズドーンと下がるといったような形ではなく、ある程度の補助をかませながら少しずつ緩やかな変化として値段の下落といったものが進められていくこととなります。何にしてもこの暫定税率そのものについては廃止することが決まったわけですから、自動車を運転する人たちにとっては間違いなく減税になります。プラスアルファ、軽油についても減税政策が取られるといったこともあり、ガソリンと軽油を合わせた減税1.5 兆円という額が弾き出されています。この話を聞くと、私は自動車を運転しないんだからこんな減税何の役にも立たないと思う方もおられるでしょう。しかし、人々の移動や物の移動といったものには、こうした燃料代はかかるものであり、自分自身が自動車に乗らなかったとしても、自動車で運ばれたものを買うということを考えれば、燃料費の低下といったものは、物価の上昇の抑制策にもなりますから、この減税策を無視してはいけません。国民民主党の玉木代表はようやく合意がなされたガソリンの暫定税率廃止が実施にこぎつけることができた。そのことを高市政権に変わったことの一つの良い変化だと評価していました。実際石破政権が存続していた場合においては、この暫定税率の廃止もまた自民党が反対し成立しなかった可能性も十分あります。あとはこの後基礎控除の水準見直しがどこまで進むかです。基本的には額を上げることとともに、いつまでに上げるか、そしてインフレ対策の形としてどのように仕組みとして取り組むかのこの3つの話題が必要となります。基礎控除の変動に関して何かインフレ率と連動するような形をそもそも仕組みとして作っておけば、毎回のように政治的な話題としていくらにするべきかそうじゃないやめとけみたいな話をずっと延々とするような話にする、そんな茶番劇はもうやめてほしいものです。物価上昇率が何%だからこの時は基礎控除は何%を連動させてあげるみたいな、仕組みとして組み込んでおけば、もうわざわざ毎回のようにこの話題で論争する無駄を省くことができます。あとは自民党と日本維新の会、この2つの間でどのくらいの額、どのくらいの時期までにといった話をまとめられるかにかかっています。そして少しでも上げるだろうというこの見込みそのものは少しずつ経っているわけなので、この103万円の壁から178万円を目指すというこの国民民主党が提示した案に関しても、今度は図に乗って178万円なんて少ない、もっと200万円だ、300万円だみたいな無茶苦茶なことを言い出す政治家も出てきています。とにかく上げればいいみたいな形で話をするのはそれはやりすぎだというものでしょう。なお私自身はこのガソリンの暫定税率廃止に関して何か他のところで税金を取るというような考え方は別にしないでもいいんじゃないかなと思っています。というのも現在のインフレ下においては少しずつ税収といったものが上がっている状態で取りすぎではないかと呼ばれるようなことがあります。そのことを考えれば基礎控除の値上げにしてもこの暫定税率の廃止に関しても別に大体の税源の手当といったものを考えなくてもいいんじゃないかなと私は思うからです。一方でお金の流れとして地方行政に流れるお金の部分でちょっと手当が必要じゃないかという意見に関してはそれは組み合わせの話のことであり、地方交付税のような形でその分については当てがっていけば地方行政に何か支障が出るようなことを防ぐことができるのではないかと思います。さて次に安全保障問題。日米の首脳会談が終わった後、トランプ大統領が米中の首脳会談、あとは韓国ともやりましたし、そして日韓首脳会談や日中首脳会談のも行われ、ここ最近ではこうしたトップ同士の会談といったものが連続的に行われました。この中で一つ注目に値するのが、韓国が原子力潜水艦の建造をアメリカから認められたというようなニュースが入っています。これは日本に対しても与える影響は大きいと見るべきでしょう。ただし、この韓国の原子力潜水艦、韓国国内で作るわけではなく、アメリカの造船所で作るといったことを前提にした話だと言われています。そして具体的にアメリカから軍事的な技術供与や軍事支援といったものが入るかどうかに関しては、全くの白紙だと今のところは見られています。作りたいんだったら作ればいいじゃないか。頑張ってね程度の話かもしれないという話です。この部分については、韓国側からどのくらいのお金をアメリカに投資して、その見返りとしてどのくらいの支援が得られるかといったところが今後の話し合いとなるでしょう。何にしてもこの話の前段として言えば、アメリカにおける造船業界の衰退といった問題があります。世界各国における民間の船舶の建造においては、中国、韓国、日本、この3カ国がビッグ3の状態で、
アメリカは全く造船業界からは存在感がなくなっています。何しろ軍事的な意味においても、自国に必要な軍艦の建造においても十分な建造能力を失っているとさえ言われている状態で、ましてや商業用の船なんかという具合にして、昔と今の状態を比べた場合において、アメリカの存在感は昔の方がよっぽど大きかったのです。特にこの造船業界においては。ですからトランプ大統領はアメリカの造船業界に投資してくれるんであればといった形で韓国からの投資を受け入れて、その見返りという意味もあるのではないかと見られているのがこの原子力潜水艦のアメリカでの建造という話なわけです。さてここで問題です。韓国が原子力潜水艦を持つこの大義といったものはどこにあるのかです。このことに関しては北朝鮮を一応見ておかなければなりません。このチャンネルで何度も取り上げていますが、ロシアによるウクライナ侵略の影響が北朝鮮に及んでいます。北朝鮮がロシアに対して兵士と弾薬、その他労働者なども送っています。これに対する見返りとして、ロシアは北朝鮮に対して食料とエネルギー資源、そして軍事技術、この3つについて見返りを与えていると言われています。この中の見返りの一つが原子力潜水艦建造の支援を行っているのではないかという疑惑です。北朝鮮独自で原子力潜水艦建造にチャレンジしているという可能性もあるわけですが、それだけではないだろうというのが大方の見方です。現在北朝鮮は核兵器開発をずっと続けてきた関係で、大陸間弾道ミサイルもすでに開発済みと考えられていることから、あとは小型滑車核を搭載した潜水艦から打ち出す大陸間弾道ミサイルといったものを原子力潜水艦に乗せて、さあ海に隠してしまおうというようなことを計画しているわけです。これに対応する形で韓国においても、原子力潜水艦には原子力潜水艦だといった形から、我が国も原子力潜水艦が必要だという考え方を述べているわけです。原子力潜水艦は非常に長長期にわたって海の底に隠れていることができるわけなので、これを追いかけようと思った時にも、やはり通常型の潜水艦ではなく原子力潜水艦の方が都合が良いというわけです。そしてもう一つ、韓国国内においてはいつかは核兵器を持ちたいなという願望があります。北朝鮮が核兵器をすでに先に持った後において、じゃあそれを持って海の底で隠れようと考えて原子力潜水艦にチャレンジしている現状。一方で韓国においてはもともと核兵器持ちたいなという思いがあったところに、もう先行して北朝鮮が核兵器を持ち、原子力潜水艦を持とうとしているわけですから、我が国もといった形で後を追いかける形となっているわけです。この核兵器を持つという考え方は、自主独立という面においても願望の一つともなっています。そしてこのような動きは当然のように日本にも影響を与えることとなります。韓国において原子力潜水艦の建造を認められたというニュースが入った時に、日本においてはどうなのかといった議論が生まれました。現在の防衛大臣もしくは高市政権の考え方としては、このようなことも選択肢の一つとしては議論はするが、具体的に原子力潜水艦の建造計画などは立てていないといったような話をしています。この部分について直接的にそうと言っているわけではなく、あくまでも話を濁しつつというような形でそのようなニュアンスを話しています。従来の政権下において、そういった選択肢もあるよね、研究対象だよねとはしてはいますが、決してよし作ってやろうみたいなことは言っていません。そもそも日本の場合だと非常に領海が広く、守るべき海の広さから考えれば原子力潜水艦を持っていくというのも一つの手です。ただしここ最近ではちょっと事情が変わっている面があります。それは果たして原子力潜水艦を持つよりももっと別のものにお金をかけるべきではないかという議論です。それが無人兵器です。潜水艦には通常人間が乗るわけですが、しかし人間の乗らないタイプの潜水艦についてもこれからは少しずつ開発が進むだろうと言われています。そしてもう一つの問題は高市政権の外交政策とも関わってくる部分なのですが、なぜトランプ大統領にこんなにも親密さをアピールして友好関係を強調するんだといったところに非常に不愉快を持つ人たちが左派の人たちに大量に出ています。アメリカに従属するな、追従するなと言っている人たちなわけですが、確かにそのようにして追従や従属といったものから逃れるために必要なものといったものがあります。それが軍事的な独立状態です。そのために必要なのが、まず第一に憲法9条の改正に伴って軍法を制定し、日本の自衛隊を自衛軍とし、自分の国を自分で守るその制度としての仕組みを整備し、
その上で核兵器を持つといったことが選択肢に入っていきます。その時には原子力潜水艦を保有し、核兵器を搭載し、どこかの海に隠し持っておき、もしも日本に攻撃するのであれば、反撃は必ず行うといったことを相手に見せつける抑止力を持つ必要があるわけです。現在の日米同盟というのはこのような自分で核兵器を持って、自分で原子力潜水艦を持って、そして自分で核反撃能力を持つということを必要としないようにするためにも、日本側はある程度日米同盟といったものを利用してきたわけです。従属とも言われようとも、実際的にそのような費用負担を免れるといったことも一つの選択肢になっていたわけです。なぜならば、自分の国の力だけで自分の領土を守ろうと思えば、今よりも確実にお金がかかるといった事実から目は背けられないからです。現在でもそうなのですが、防衛費をどんどんと増やしましょうという話をすると、一体そんなお金がどこから出てくるんだというような批判は多くの人たちから出ます。そしてそれは何も左派の人たちからだけではなく、多くの国民からも今はそんなにお金ないじゃないか、防衛費にそんなにお金かけられないじゃないかといった声はより多く出てくるものです。社会福祉にもっとお金を、物価高対策にもっとお金を、なんで防衛費にもっとお金をつぎ込もうとしているんだというような不満は非常に多く出てくるわけです。しかし、それらが現在の日米同盟下におけるアメリカの軍事力の影響圏にあるからこそ、日本の自衛隊プラスアメリカの軍事力という抑止力を得ている。この状態だからこそある程度の金額を抑えられてきたわけです。しかしそれすらも危うくしているのが中国による軍拡の連続的な増強に次ぐ増強で、今の防衛体制だけでは十分ではないといったことから、日本の防衛費の増額といったものが今進められているわけです。このように非常に混み合った状態の中での安全保障問題に関してしたたかに考えるのであれば、少なくとも日米同盟というものをある程度維持したままで、アメリカの軍事力の影響力といったものを利用するといったことは決して悪い選択肢ではありません。ただし改善の必要があるといったポイントは当然あるでしょう。例えば日本の空における日本の指揮権をより多く取り戻すためには、首都圏近郊における米軍の存在といったものはもっと郊外に移ってねという話はありますし、また在日米軍との間において米兵の日本国内における犯罪に対する取り締まりを行うこの権利についてはもっと強烈に確約させる必要があるといったことはあるでしょう。ただしそれをもってして日米同盟解消だというような話をするのは、それはちょっと行き過ぎた政策だというものでしょう。韓国が原子力潜水艦を保有するぞとなった時には、必ずのようにそのために必要なお金といったものは、結構かかるものであり、その分かかるお金を考えれば、日本の場合だと通常戦力を増強する、そちらの方を優先すべきというような考え方を私は持つべきだと思います。確かに原子力潜水艦を持つこと、それ自体は意味はあるわけですが、しかし今の日本に必要なのはもっと少ない人数でも戦力を増強できる自律兵器や無人兵器の増強の方が先でしょう。防御兵器としてのレーザーやレールガン、それらを自動的に制御する軍事 AI の開発などは、確かに見た目には分かりづらい話ではあるものの、実際の戦力としては開発を進めるべき分野です。というわけでちょっと長くなりましたが、まず前半部分においては高市政権関連の話、そして後半においては安全保障の話題を行いました。話が複雑であればあるほど分かりづらいし、また意見の異なる部分も皆さんにとっても多くなるでしょう。しかしそのような簡単じゃない話題といったものがこれから続出するような政治状況になります。ぜひとも差別主義に基づく政権批判ではなく、まずは政策において自分自身の考えを持った上で、それはどうなんだろうなであるとか、もっとこういう案があるのになといったような建設的な議論を進めることが、私は日本にとって必要なんじゃないかなと思っています。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。